さあ、今回は生殖と女性ホルモンと創造または進化シリーズの4回目最終回です。次世代が残せない生物は一代限りで滅びる。現存する生物は子供を産み育てる能力があったからこそ絶滅しなかったんだっていう当たり前の事実に基づいて、哺乳類の生殖にとって女性ホルモンがいかに重要かを3回お話してきました。で、1回目は女性ホルモンと子宮、2回目は女性ホルモンと卵巣をテーマに、女性ホルモンはもちろんですが、それ以外の妊娠とか出産に関係する多くの極めて複雑な物質を全部、そして正確に持ってないと子供は生まれない。だから最初の祖先の段階でそれらを全て作れたはずだけど、そんなことは無作為な自然現象では実現不可能だという話をしました。で、3回目は女性ホルモンと乳腺で、授乳できないと出産しても子供が生きられないから、最初の祖先が乳腺を持ち、それから乳腺の発育、それから母乳の産生に関係する全部の物質も作れたはずだけど、子宮とか乳腺とかって哺乳類特有の臓器で、それらが不要だった生物が臓器だけじゃなくて様々な関連物質も含めて全部獲得して哺乳類になるなんて、そんな物語は非現実の極みですよっていうことと、それから乳腺に関しても女性ホルモンが鍵を握っているという話をしました。で、つまり子宮、卵巣、乳腺、どれについてももう未完成な点が多いと次世代を残せないし、次の世代がいないなら時間をかけて完成するもクソもないわけです。だから徐々に進化したなんてのが最もありえないストーリーで、とびきりの偶然かとびきりの能力を持つ作者がいるかのどちらかのはずです。ただとびきりの偶然はそんな次から次には起こりませんよね。で、再確認ですけど、ホルモンってそれをキャッチしてくれる受容体という物質、大抵タンパク質ですけれど、受容体がないと実は何も起きません。有名なインスリンでも甲状腺ホルモンでもみんなそうです。だからホルモンだけじゃなくて標的の細胞にまさにドンピシャの受容体をセットで持ってないとダメなんです。でもこれって無作為に、あるいは一発でなんて起きようがない現象です。さあ、で今回はエストロゲンはどのようにしてできるかですよね。そうですよね。ところで男性は男性ホルモンだけ、女性は女性ホルモンだけを持っているんですか？実は女性には男性ホルモンが少量あるけれど、男性には基本、女性ホルモンはありません。女性ホルモンを作れるのは卵巣だけで、他の臓器や組織ではごく微量しかできないんです。どうして卵巣には作れて他の場所や男性には作れないんですか？いいとこつくね。女性ホルモンにしても男性ホルモンにしてもどこでっていうのはともかく体内で合成するわけですよ。その原料って何か知ってる？知りません。実はコレステロールなんです。コレステロールってすごい悪いものっていう印象です。目の敵扱いされてますけど、動脈硬化の強い人がコレステロールが高いと問題なだけで、実はコレステロールって体にとって必要不可欠な物質なんですね。で、男性ホルモンも女性ホルモンも、あと今回は関係ないけど副腎皮質ホルモンもコレステロールから何段階かの化学反応を経て合成されるんです。この図見てください。で、この女性ホルモンができる最後の1ステップが卵巣以外ではちょこっとしか起こらないんですよ。だから女性ホルモンを作るのは実質卵巣だけっていうわけ。へえ、そこ以外は共通なんですね。そうそう。特に男性ホルモンと女性ホルモンは共通点が多いですね。で、この図見ててね。で、もう一つの女性ホルモンである黄体ホルモン、英語ではプロゲステロンだけど、これはコレステロールから2段階の反応でできます。だけどエストロゲンの方は最低でもさらに3段階で合計5段階で、メインの女性ホルモンであるエストラジオール、これですけど、これができるには合計6段階の化学反応が必要で、その一つ一つの反応に酵素が必要なんです。なるほど、卵巣以外では最後の1ステップが起きないんですね。そうです。でもなんでだと思う？さあ、でも女性ホルモンがバンバンできたら特に男性はやばくないですか？そう、確かに困るよね。
だけどもっとインパクトが強いのは、この図で女性ホルモンになる一つ前がテストステロンっていう最強の男性ホルモンでしょう。で、もし卵巣で最後のステップが起きなかったら、染色体的には 46XX で女性のはずでも女性ホルモンが作れなくて、代わりに男性ホルモンがバンバンできて男性化します。もう乙女のピンチどころじゃないんですよ。わうわーでしょう。だけど現実にこれは先天的な欠損症じゃないんだけど、卵巣にたくさん袋みたいな病変ができちゃう病気があって、これは女性ホルモンもできるんだけど男性ホルモンが増えちゃって生理が止まって、でヒゲが生えたり声が低くなったりと男性化しちゃう病気って実際にあるんですよ。ともかく進化だのなんだので最後のステップが起きないっていう段階があったとすると、染色体が女性だろうが男性だろうが、もう地球は男性化した人、動物ならオス化した個体で満ち溢れます。で、あ、やばい、次の世代でなんとかしようなんて修正も何も次の世代が生まれません。これまで何度もお話ししたように、最初の祖先がエストロゲンを作れたはずなんですね。だけどそれってエストロゲンを作れたってことは、6つの化学反応が起きるのに必要な6つの酵素を最初の祖先が全部持ってたっていうことなんですよ。これって何を意味するか分かります？それってそんなにすごいことなんですか？そうだよ。こういう酵素も大抵はタンパク質です。で、何度か話したけど、タンパク質ってアミノ酸がつながってできてますね。で、ただ酵素って聞くとホルモンとか受容体とかに比べると、なんとなく簡単っていうか単純な物質かなっていう気がしない？違うんですか？違うんだわ。これがこの性ホルモンを作る酵素はどれも構成するアミノ酸が300とか500個とかです。で、タンパク質ってアミノ酸配列がちょっと違うだけでもうないも同然になりますから、配列はもうめっちゃ正確じゃなきゃいけないんでしたよね。ところでアミノ酸って何種類あるんだか覚えてる？覚えていますよ。確か20種類です。だよね。だからアミノ酸を無作為に300個抜き出したら大正解でしたなんて偶然常識的にはありません。だけどその大正解か、100歩譲ってももう超ニアピンじゃないともうないも同然になっちゃうんです。で、タンパク質は DNA 上にコーディングされたものが作られますから、タンパク質を修正するってことは DNA の書き直しを意味するんです。あちゃーダメか、ほんじゃやり直しとかってもちろんできません。その生物はそのタンパク質を持たない状態で一生を終える。でも性ホルモンを合成する酵素の場合には全部が大正解じゃないとエストロゲンができないから子供は生まれないんです。これってどういうことか分かりますか？酵素の獲得がもし自然現象だとしたら300個とか500個とかを一から作っていくわけで、大正解に到達できるとしても恐ろしく時間かかるだろうけど、それまでは酵素がなくてエストロゲンが作れなくて子孫がその結果生まれませんから、バージョンアップも何もないんです。で、最初から大正解じゃないと絶滅あるのみなんですよね。で、自然現象のわけがありません。で、もちろんエストロゲンなんてもの必要ない、そんな生物にエストロゲン合成目指した変異が起こり続けるなんてのはもう妄想が詭弁以外の何もでもないですよね。おまけに遺伝子って不正解でももう残酷なぐらい子孫に引き継がれるのが普通で、ゲーお母ちゃんダメだ困ったな、俺なんだかあっちもこっちも変異が起きて、わあ子供完璧だとか、そもそもアホすぎないか考えてほしいんです。我々進化は事実って繰り返し教わりましたけど、もう先入観ちょっと脇に置いて自分の頭で考えたらこれは違うわって分かりますよねってことなんです。非現実的ですが、それが進化論の主張ですよね。その通り。いや、今のところ最後の酵素がダメでエストロゲンが作れなくてもう男子校状態なんですとか、46XY だけどもうバリバリに女性ホルモンができちゃいますとか、男性ホルモンも女性ホルモンも作れませんなんて時代あったわけがないけど、仮にあっても一代限りでおしまいです。だから段階的に進化したなんてストーリーがもっともらしいけど、実は最高にありえなくて、もう寝言もいいところなんですよ。
で、じゃあこれは偶然かっていうとですね、この性ホルモン関係だけで酵素が6つよ、6つ。で、どれも何百っていうアミノ酸でできてるんだから、6つ全部大正解なんて偶然があるわけないでしょ。で、納得できる唯一の説明は、最初からそのように緻密にコーディングされていた、コーディングなさった方がいるっていうことだと思います。わあ、それって神様ですよね。ゾクゾクする。真面目に、そして普通に考えたら、それ以外の説明は考えられないです。あとね、最終段階、その男性ホルモンを女性ホルモンのエストロゲンに変化する酵素がアロマターゼっていう名前なんだけど、このアロマターゼが事実上卵巣だけに発現しているということは、アロマターゼの遺伝子は女性だけにあるのかなって思いません？思うかもしれないんですけど、実はそれ違うんです。遺伝子的には男性女性に共通の15番っていう染色体の上にあるんです。つまり男性も女性もみんなアロマターゼを含む6つの性ホルモンを合成する酵素の遺伝子を全部持ってるわけだけど、男性では正確には男性の精巣では、男性ホルモンのところで止まって女性ホルモンがバンバンできないようにアロマターゼがオフになってる。で、逆に女性の卵巣では男性ホルモンが蓄積しないで女性ホルモンが順調に作られるようにスイッチがオンになってるっていうことなんです。で、アロマターゼもアミノ酸500余りのタンパク質ですけど、その正確な設計図だけではなくて、オン、オフまで踏み込んでプログラミングされてるってことなんです。で、こんなのたまたまなわけがないですよね。明らかに仕組まれてます。でも、一体誰がこんなすごいことを考えたのか。そして一体誰がこんなすごいことをできるのか。遺伝のスイッチオンとオフの話は脳下垂体と卵巣でも話が出ましたよね。出ました。だけど、この遺伝子のスイッチのオンとオフ、生殖関係だけじゃなくて、実は体中で起きてるんです。私たちは心臓はここにあって血液を送る、肺はここにあってガス交換、腎臓はここにあって老廃物除去とか言って分かった気になってますけれど、実は臓器同士はお互いもう形も機能ももう全然違うけれど、遺伝子的には全く実は同じです。一旦卵子と精子で受精したら遺伝情報はもう増えもしないし減りもしない、体中どこも同じなんですね。だけど心臓ではあの遺伝子とこの遺伝子とその遺伝子はスイッチオンで、あとはオフ。肺では別の多くの遺伝子がオンで、心臓でオンだったものがオフ。その結果同じ遺伝情報からもう全く違う臓器ができてきた。だけどそれらが互いに協調して素晴らしい仕事を実現してるんですね。で、最初から優れたデザインと緻密で膨大な情報があったとしかもう言いようがありません。心臓の中にもいろんな部分があるけど、例えば弁とそれから心筋と刺激伝導系ではもう様々にオンとオフが違って全く違った部分がどれも目的に合うようにできてきた。そういう風に全てがプログラムされていた。それがあなたであり私なんです。偶然なんかじゃない。段階的なんてありえない。私たちは紛れもなく彼の最高傑作です。この偉大なプログラマー、私たちの創造主を心から賛美したいと思います。この動画でお話ししたことはどこかの知らない誰かに起こっていることではなくて、見てくださっている皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気づいて、ぜひ驚きながら喜んでいただきたいと思います。